さっきよりでかい。ここめっちゃ冷えませんじゃん。お、もう80近いぞ。なんかキャッチ。はい、こんにちは、村岡正則です。今日の動画はボートシーマスです。めっちゃ疲れてるんですけど頑張ってきました。なんでかっていうと、ブルーブルーでね、今ずっと開発してるトップのルアー、去年は細棒180ってやつなんだけど、まあ散々やった結果、あと一回ゼロに戻って、まあもう一つ、まあ、十分釣れるし、なんか動きもいいんだけど、なんていうかな、まあ、要は世の中にもうすでに出てるものとの差がないっていうか、普通の釣れるルアーだよねって、ワクワクしなきゃ意味ないじゃんって言って、ワクワクするものを入れろと。で、何でワクワクするのかって言ったら、例えばキレのいいターンをするとか、こう一瞬飛び出してくるような躍動感があるとか、やっとできてきたのが今日投げるモデルです。で、昨日まで九州行ってて、まあ、昨日一昨日の夜かな、92センチとか、まあ、ランカー3本ぐらい取って合計20本ぐらい、もう朝から夜から限界までやりきってきました。で、昨日いっぱい寝て、今日も本当は休もうと思ってたんだけど、いても立ってもいられずこっちに出てきたという感じですね。ということでちょっとやってみたいと思います。よし、グローブをして、さあ最初にタックル紹介かな。今日はメガソール C63H でいきたいと思います。まあ一番動かしやすいモデルかな。で IMZ リミットブレーカーで P が6号、ダイワのソルティガ12ブレード6号、80m しか巻けないです。で、まあこの釣り 80m 巻ければ十分で、リーダーが40ポンドですね。で、こいつがさっき話した今50番目のテストモデル 155mm60g となりました。11月8日完成ということで、今日10日だ、一昨日組み合わせできて、はい、こいつでやっていきたいと思います。いやだけどなんか YouTube やってよかったなって思ったことが一つあって、喋るのが上手くなりましたね。俺本当人と話すのが嫌いで伝えられないんですよ、自分の言いたいことを。非常にこう自分が複雑な人間で考えてることがめちゃくちゃあって、ある事象、例えば誰かがある事実を伝えてきた時に、その人の背景とか、なんでその人は俺にこのことを話したんだろうかと、要は慰めてほしいのかとか、共感してほしいのとか、解決策考えてほしいのとか、そういうなんかいろんなこと考えてて、結局そうなんですねみたいになって、若い時はなんかあいつ話しづれえなってやつだっただろうなって思うんですけど、一方で何も考えてないわけじゃないから、それを後でブログとかに自分の考えをね書くっていうのかな。でそれは書き直せるし、一回書いた後読み直して、ここが言葉足りないなとか、説明不足だなとか、これは言い過ぎだなとか、要は伝えたいことを整理して伝えたい形にするっていうのが文章はできるんで、それでね、なんかブログも当時ね30年前25年前ぐらいか、日本で一番ねアクセス数の多いホームページっていうのかな、やってましたし、自分の文章力がねこう自分の人生を切り開いてきたのは間違いないんですけど、一方でね喋るのがめっちゃ苦手で、だから要は誤解はされるわ、いらないとこで嫌われるわで大変だったんですけど、それはそれで。でもなんか YouTube4 年前からやり始めて、編集ができるんで、言い過ぎとか言葉が足りないのはテロップで多少足せたりはするけど、そうは言ってもこうやって喋りながらやってたりすると、なんか自分が一番できないことをやり始めたのがこの YouTube だったんで。でもなんかね、4年経って思うのは、喋れるようになってきました。我ながら俺レベルでね。もちろん俺の周りにいるケンさんとかさ、もうすごいんだよすごいなって思いながら、でもそういう上手い人たちで、こういう言い方あるのかとか、こういう間の取り方すんだとかね。だから何でもやってみるもんです。やってみるものが大事。ごめん、超下向きだった。映像が入ってなかったです。
はい、でだいぶねこの 15.5 センチの細棒、もう細くないから細棒でいいんかな。細棒155で進んでおりますが、非常に使いやすい、かつねこれクイックターンっていうんですかね、左右のクイックターンが一つ切れ味、それからブルブル的に考えるバイトが出るラトル音、そういったのとかいくつかギミックを盛り込んで絶賛この秋もテストしております。もう一つキレ欲しいな。キレを出すとね今度フロントフック絡むんですよね。だからその兼ね合いがすごい難しくて、もうちょっとキレが欲しいけど無難に出る感じかな。なんか強いタイプじゃないですけどね。最初15センチまでサイズ下がったのはやっぱおかっぱりのシーバスタックルで投げられるってところから考えたようですね。もう最近は開発もある程度任してて手頃なサイズからスタートするっていうことで入ったんで、自分はなんかブロイも14センチ作ってから8センチ作ったりね、11センチって下げていった方がそのルアーが何者かっていうのが明確にしやすいんで、小さい方が器用にまとまっちゃうから大きいルアーで性格を作るっていうのかなとかね。この15、6センチのこういうスライドターンを得意とするトップはもう山ほどあるわけですから、そこにわざわざ入っていくべきなのかっていうマーケティング論ですよね。で間違いなく一番釣れるとこまで仕上げて入るなら王道のやり方、それからめちゃくちゃ安くする、それこそ200円とかね。ちょっと川の中は後で夕方やるから先にときめ見に行きます。水深10から13メーターラインとか見に行ってみよう。沖で食うバナナは最高っす。はい、水深7メーター8メーターってとこですかね。ちょっと浮いた反応出てるんでこの辺流してみたいと思います。多分今潮回り悪い日なんで、特にこっからの上げ潮40センチぐらいしか上がらないから潮が動いてなくて、多分流れの中のブレイクとかそういうのは多分食わないと思ってストラクチャー好きを狙います。ちょっとなんか YouTube やるようになって一年中シーバスやっててもいいんですけど、ずっと個人的に釣りやってきた人生でいつもこの釣り楽しそうだなって言ったらやるって感じで、それこそマッチは1テスターぐらいの時代は自分のね活動のプラスなんなくても全然関係ない釣りでもガンガンやってたんですけど、なんかブルブルやるようになるとやっぱりせっかく貴重な時間じゃあ釣り行こうってなると、どうせならブルーのルアーがね自分の情報発信で売れるような釣りをした方がいいかなと思うのは当然なんですけど、そこをね逆に YouTube やるようになって、そればっかりでもなっていうのと、釣りの楽しさはそれはこれの都合であって多くのね視聴者、いわゆる趣味で釣りやってる人にとっては関係ない話なんで、釣り人生に抱えた人間として今一番楽しいとかやってみてと思ってる釣りを素直にやっていこうってことでやってると、徳之島行ってボンフィッシュやったりアメリカ行ってストライパーやったりしてるわけですが、本当にいい釣りさせてもらって、こういう釣りも楽しいですけどね。だけど僕も東京湾のシーバスプロとしてはもう20何年やってますから、全部の橋脚で釣ったことあるしってぐらいね、もう散々やり込んでるんで、いわゆるなんか初物の感動はないですよね。釣りって初めて釣った時の興奮、アドレナリンっていうのかな、ドーパミンっていうのかな、わーっていう興奮が最高じゃないですか。でそれを味わいたくてまた行こうってなるんだけど、やっぱ一度目を超えることってなかなかなかったりしますよね。でもね、フィールド的には夢がありますよね。経済規模とかで言ったら本当トップ10入るね。人口で言ったら1都3県入れれば世界最大級の都市で、そのど真ん中
中の海でこんなちょっとしたペンシルとか、バイブレーション使えば一年中釣れるし、こんな楽しい釣りができる可能性があるっていうのはめちゃくちゃ伝えたいですよね。業界全体でいっぱい伝えてきて、いっぱいが足りないけどね、一生懸命伝え続けてるけど、まだ世界には届いてないですよね。3000万人だっけ今年、外国人観光客ね。でも東京、大阪、京都あたりは外国人で溢れ返ってますから、そういう人たちをね、いかに今度都会のね、銀座とかじゃなくて、銀座のデパートなんて8割外人で、日本人客2割ぐらいしかいないですからね。エレベーターなんか乗っても10人ぐらいで乗ってもほぼ外国語、日本語全然ないぐらいの状況で、この1年そんな感じですけど、経済ね、潤してくれるんで、全然どんどん盛り上がってほしいんですが、銀座のすぐ横にこんなめちゃくちゃ楽しい釣りあるぜっていう、釣りやったことある人はいっぱい観光客の中にいると思うんですよ。だからやれることを知らない、だからもちろんお金はかかるけど、1日やってみようかっていうね。うわ、出た、やっと出た。こういうのを見せたいですよね、外人さんね。可能性がね、もう桁違い。自分は東京育ちで東京在住なんで、とてもよくわかるんですけど、うわ、しゃくったー、抜ける、いるね、いるね、いるね。一瞬かかりました。ちっちゃかったりやな、4、50センチだけど。東京と地方のその可能性とかチャンスの差っていうのは、例えるなら野球で東京の人はグローブと金属バットが使えて、地方の人は全員軍手で試合してるようなもんかなぐらいのチャンスと可能性の差がそれぐらい違う。で、地方にいて地方にしか見てない人は多分その相手が金属バット使ってるのが分かんないから、なんかすごいなって思うんだと思うんですよね。で、地方でもやっぱ東京まで目が届く感性のいい人、センスのいい人、情報をしっかり勉強してる人は東京の金属バットいいなと思って、だけど生き方としてね、地方を選んで、その金属じゃないとしたら竹バットぐらいでね、竹バットなりに頑張ってる人もいますよね。だから別に東京がいいよってわけじゃないんだけどね。だけど本当にこう若い人でコワーキングスペースを地方の街で開いて、で地域活性化つなげたいってこう言ってたんだけど、その人のいないところでコワーキングスペースやったって人そもそも来ないですからね。だからちょっとそういう意識の高い人たち集めて、またその集まった相乗効果で何かをやりたいって言ったんだけど、自分が思ったのは、それを東京でチャレンジした方がよっぽど営業も儲かるし、意識の高い人は山ほど集まるし、何もこの地方でやることじゃないよっていう話の結論を出して、逆に言えばその東京でもできるじゃないですか、コワーキングスペースっていう働くっていうね。なんせ東京じゃできない自然体験とか、そういったことで勝負した方がいいんじゃないのって話なんかしてたんですけど、月並みな答えでしたけどね。実際はもっと深いところまで話すんですけど、ざっと言えばそんな話で、だから釣り業界も魚の多さとか釣り場環境の良さでいうと、九州とか西日本の方が圧倒的に起業のチャンスはあるんですけど、じゃあ魚の多いフィールドで立ち上がったメーカーの方が勝つかって言ったらそうではないのかなと。過去はそうだったかもしれない。今生き残ってる社歴50年級のね会社の顔ぶれ見れば、過去はそういうフィールドが良かったとこ勝ってますよね。だけど多分これからは違うんだろうなっていう、その一つがブルーブルーだったと思います。東京っていうね、釣り場っていう点では一番厳しいと言ってもいいぐらいのねフィールドでここまで来れたんですけど、それはやっぱり今のビジネスのやっていき方が変わったというか、釣れればいいってことじゃなくて、情報発信だったりブランディング、マーケティング、それからいい人材が集まってくるとか、そういう点でね。ていうかね、俺何を東京褒めてんだひたすら。また魚探します。今日土曜日なんですけど、日曜日休んでの月はちょっと大事な会議があるんですけど、水曜日から4連チャン東京湾ロケなんで、
プラクティスも兼ねて魚探しかな、それも兼ねてます。秋だな。視聴者の皆さんもいい釣りされてますかね。この動画が出る頃はシーズンオフかもしれないけど、さあもうすぐ夜。一応本命はナイトゲームですって今言うんかいって感じだけど、そのつもりでした。これ何なんだ、じゃあこの昼までのこのグダグダトークはどうなるんだって話なんですけど、なんか話がいいって人も結構いらっしゃるんで、これはこれで使いますが。はい、暗くなりました。ちょっと決めってほどでもないけど、この城のね分布をチェックしたいんで、干潟を風任せでドワーッと流してます。で最初30分ぐらい流してて、やっと周りにこの城がザーザーし始めたんで、まあちょっと投げ始めるって感じですかね。断続的にね群れが。これ船のライトなんですけど、集魚灯ではありませんので、ほらこんな感じでね。結構一人でやるときこういうつけっぱでやるんですけど、意外とスズキが入ってきますね。でそのスズキはもう釣れないけど、この城の一群れに突っ込んだ時に、この城の周りにスズキがいると結構な率でスズキが一回光の中に入ってくるんで、なんか映ったら面白いかなと思って。ちょっとシーバスがねいなくはないけど、今んとこシーバスがこう奪い合ってはないですね。多分でも食った。いってるそばから食いましたいませんねって言ったら食いていた。このサイズか。おー、頑張れ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 。さあおいで。おー、頑張れ頑張れ。おー、すごい強いね。やっぱ秋の続きは元気だね。元気だけどメガソール全然曲がらない。よいしょー。結構いい魚だね。ちょっとごめんなさいね。私実は一昨日90オーバーを釣ったので、ちょっとサイズ感が若干狂っております。はい、どんぐらいか67センチぐらいですかね。元気なうちにします。すぐ行っちゃうね。はい、バイバイ。いいんじゃないですかね。続いて投げていきます。今年は1ヶ月遅れぐらいでシーズン始まって、だけど産卵はね遅れないと思うんで、ハイシーズン短いのかな。魚数もちょっと少ないですけどね。11月3日に片山成美が97センチね、この同じ水系で釣りましたね。ちょっとこう情報出してる人の中では最大級じゃないですかね。私も一緒にいたんですけどビビりました、あまりのでかさに。それでちょっとランカーハンティングスイッチが入って、翌日から長崎行ったんですけど、もう本気で頑張って、それでも92まででしたけど、92が取れればいいですけどね。あれを見ちゃうともっとやれたかなみたいな。ぜひ動画見てほしいんですけど、92以上あったんじゃないのみたいなのも出てくるんで、もうこの城、この後揚げ潮なんですけど、おしかったー。よっしゃ。いえなんかサイズ出ないな。意外とこのサイズかい。これも70だな。まあサイズ選べないからな、この釣りは。丸飲みっすよすげえ。さっきよりでかい。こんなサイズかとか言いつつでかいんですけど、さっきも言ったように、はい、70
全然合ってないや。72、3ですね。はい、72、3。今セットまだ。はい、バイバイ。コーヒータイムです。コーヒーはね、入れたてが美味しいんですよ。そういえば YouTube でこのボトルに入れてコーヒー飲みますなんて言ってたせいですごいコーヒーたくさんいただきました。お酒はやっぱだいぶ量が減って昔ほど飲まなくなったけど、コーヒーもだいぶ減って今1日2杯朝と昼にしか飲まないんですが、いただいたやつを美味しく入れて飲んでます。ありがとうございます。今はね、島根の方々がなんか2人の方から結構なコーヒーをいただいたんで、ちゃんとミルでひいて飲んでますね。なんか30代ぐらいの時はコーヒー4杯ぐらい1日飲んでたんだけど、なるが夕方3時以降にコーヒー飲むと飲んだ人飲んでない日で全然違うなんて言ってて、でそんなもんかと思って自分も試しに飲まないで見たんですよね。そしたら寝つきめっちゃ良くて、である日飲んだら夜眠れなくて、俺は夜型だと思ってたけど単純にコーヒーだったのかもしれないという気づきを得まして、最近は午後3時以降は飲まないようにしてますが、長崎遠征とかね、そういった時は夜飲みますけどね、眠くならないためにね。いただきます。美味しい。午後3時以降飲まないってトークしながら飲んでるじゃん俺。6時だ、やば。いいんです。今日は1時2時までやる予定なんでいいんですダメだ、なんか言ってることとやってることが違うってダメだ。コーヒーは何時飲んでもうまいっすよ。はい、続いてガボツ200超ビッグプラグですめっちゃ飛びます。この釣りをやってみたい人はぜひブルーブルーのねプロガイドのアングラスサフト、ブループラネットにねぜひ乗ってみてください。リクエストしたら出れる日出れない日ダメな時でもいろんな釣り提案してくれると思うんで、本来重量感あるよ。重量感あるよ。よっしゃー、元気元気。よし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 。突っ込む。でもそんなでもない。走る。ちょっと待ってよ、これは船の後ろ行っちゃいました。胸びれの辺にテールフックがかかっちゃったんでフロントフック外れて、頑張るな。重い。このサイズすげえな。パープだな。ここめっちゃ幸せんじゃん。70ぐらいですかね。よいしょ。パパ。危ね。こいつ超スピードスターですね。よいしょ。よいしょ。うら、重っ。ふっと。こいつは太いわ。よいしょ。通りで強い。そんな60とかいっちゃった。全然60じゃ今日1でしたね。80あるじゃないか。
よいしょ。はい、合わせて82ぐらいありますね。やった、82、嬉しい。はい、お疲れ様でした。バイバイ。よいしょ、やった、嬉しい。なんかキャッチ。いやー、気持ちいい82でした。最初 ちっちゃく見えたんですけどね、まあ大きいって言って小さいよりいいか。さあ、ここもいいとこですよ。ちょっとこのまま流します。トップルアーですからね、全部いい音さして、もうこの音も楽しみですよね、ワボッツのね。よし、よっしゃー、遠いな。50メーター以上先。ちょっとドライが緩いけど。うい。来たよ。これも80近いぞ。いい食い方してる。なるべくエラー洗いさせてね、バテさせたいですね。もう一回エラー洗いしよう。よし、さあバテたぞ。よいしょ。よいしょ。完璧。気持ちいい一本だったな。よいしょ。待て。ふっと。極太っすね、こいつ。はい、行きます。計測です。じゃん。ずらをしての、また81センチ。完璧。さあ、こいつお願いしましょう。太いな、この白食ってるね。秋って感じ。バイバイ。さあ、もう満足したかな。これでちょっと深い方まで行ったら終わりにしましょうかね。80ぐらいの群れなんですけどね、90はちょっと遠いかもな。よし、食った。よし。最後。やっと食いましたね。めっちゃ突っ込む。満潮潮止まりなんで、もう次深いとこ行ったら帰ろうかなと思ってたら、60ぐらいだね。よし、こいつはさ、危ない。元気すぎ。はい、いやー、満足しました。もうちょい投げるけど今浅いんで、この城がどんな感じでいるかを見てるんで、もうちょいやるけど、とりあえず満足いく一本がね釣れましたね。いやー、疲れた。長崎遠征の疲れが取れてない。まだ8時間ぐらいですからね、海の上出て8時間でバテているようでは、よっぽど疲れてんだなって感じ。
普段だと12時間ぐらいは一気にいろんなテストやっちゃったり、なんか全然どうってことないんですけど、全身疲労で、だからもうこうやってなんかこんな感じでダブりたくなっちゃう。こうやってまあ疲れたアピールしたいわけじゃないんですけどね、楽しくてやめ時がない。ただね、もうバッテリーがない。だからこれで終わり。いや、終わります。はい、ってなことで何本釣れたかな。5キャッチぐらいかな。ランカー2本、82と81でした。また今週毎日出てロケもねいっぱいあるんで頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。